2022年10月の新大阪駅です。これから乗るのは特急黒潮9号。この時は梅田貨物線の梅北地区はまだ地上を走っていました。新大阪から天王寺へ進行方向右側の席に座って西側の車窓を眺めていました。東海道本線から右方向に分かれて梅田貨物線へ。新御堂筋の高架をくぐると地下への工事中の線路が見えます。こうやって地下に潜る線路の部分ですが、用地を新たに確保したのかと思ったら、もともとこの辺りは複々線以上の線路本数になって梅田貨物駅の入り口になっていた模様。梅田貨物駅がとてつもなく大きな貨物駅だったので、ここまで駅構内だったとしても不思議ではないですね。この辺りで地下に潜りました。ここからはもう見ることができない車窓風景です。元線路だった土地はきれいに整地されて、この線路の工事事務所だったり、次の土地の活用を待っているようでした。ここで阪急電車の京都宝塚神戸線の三福線の下をくぐり抜けます。高架と交差したあたりで線路が一つ視界から消えました。複線だった貨物線線路が一旦単線になった後、ポイントで分かれて梅田信号場に入りました。さっきから見えてましたが、梅田スカイビルが大きく視界に入ってきました。屋上庭園と展望台のある屋上付近で2つのビルがつながった高層ビルです。広大な梅田貨物駅の地下を結んだ地下道の入り口が見えます。この反対側の車窓は再開発の真っ最中ですが、こちらが普通に街の風景なのが対照的。線路がなくなるとまたこの街の風景も様変わりするのでしょうか。ポイントを越える音が2回ほどして西梅田一番踏切を通ります。地下になって梅田の都心の踏切がなくなってさぞ便利になるのでしょうね。踏切を越えるとレールのきしむ音が聞こえて急カーブなのがわかります。ここで少し地下に埋もれるような雰囲気がありますが、この部分すでに直下に地下線ができていたようで、その真上に仮の線路を敷いて地下線切り替え時に仮の線路を撤去して工事をしたのだそう。地下駅から短い距離で地上に出るために貨物列車の一部には後ろに補助機関車を連結したりと話題になっているところですね。ということで、地下化されて消えた梅田の車窓風景の動画は終わりにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。